おはようございます。画家のギソです。今日はですね、こちら、いいでしょう、涼やかな風景、こちらのですね、布部川、北海道の富良野からちょこっと行ったところ、要は北の国からですね、北の国からのロケ地のあたり、富良野からそちらのロケ地の方にちょっと行ってみたんですね。その途中で、すごいいいとこあるなと思って車を止めてですね、少しスケッチでもしようと思ったんですけども、時間がなかったので写真に撮ってそれを元に描いたという作品でございます。すごく水の描き方参考に必ずなると思います。ぜひご覧いただければと思います。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、布部川という北海道富良野からですね、空知川から分かれている布部という地域があって、そちらの方の、川を描きました。北海道にですね、6月に取材に行った際に、ぜひぜひ富良野に泊まったんですけども、僕は北の国からだったんです。ロケ地、そこのところは朝早すぎてちょっと見れなかったんですけど、とにかく行くだけ行こうということで、どれくらいだったかな、富良野から30分ぐらい、車で30分ぐらいだったと思います。本当に多分、冬とかなると雪深いとこなんやなっていうふうに思って見てました。で、この布部川っていうのは、ここで、白亜紙に今墨入れをして、で、インプリマトゥーラという作業をしていくんですけど、コバルトブルーにバーントシェンナトランスオキサイドレッドという松田さんの色、コバルトブルーとかな、だと思います。で、ちょっと青と茶色を混ぜて、少し若干青みがかってきたグリーングレーみたいな感じになればいいかなっていう感じで、それのだいぶ暗い色ですけど、これをインプリマトゥーラ2層します。2層して。私はそれで、白亜紙というのはキャンバスではなくて、キャンバスより昔のね、技法なんですよ。キャンバスでテレピンでこれを希釈して、だいたい絵の具に対して、倍ぐらいの容量で、まずしっかりと練り合わせて、でその後完成油、ポピーオイルというのを入れて、完成油とかポピーオイルって揮発精油とかっていうのとかね、また説明せんといかんのかなと。そういった動画もちろん上げていますけどもね、探し出したら油絵の基本みたいなやつとかございます。そういったものを見て参考にしていただけると非常に助かるんですけど、それでまたテレピンで希釈すると、ポピーオイルと、あれですね。で、それでここで完成油入れるのか。テレピンでだいぶしっかりと混ぜ合わせた後ね。で、それでハケで塗っていく。ちょっと茶色が強めになりましたね。で、僕はこれを1層やって2層やります。なんでかというと、もうかなり吸収が強いから。1層目はハケで、多少、なるべくハケムラをなくしながら横にやって、縦。横にやって縦。最終的には縦でフィニッシュするように僕はしてます。絵に対して縦ね。絵に対して。だからこれ横一の絵やけども、ストロークが縦になるようにして最後終わってます。これなんでか理由があるんですよ、ちゃんと。で、完全に乾燥後。理由というのは、縦の線の方が目立たないんですよ。横の線の方が光がだいたい上から来てるから凹凸ボコボコと目立つでしょ。2層目終わった後に今もね、次の作業していってますけど。でも縦の線の光がだいたい上の方とか斜めで、あんまりこの凹凸ボコボコ目立たないので、だいたい最後縦で終わります。で、2層目は叩き筆というので叩いて僕はフラットにしていってます。キャンバスとか、吸い込みが弱いやつとか、吸い込みがないやつとかはもう本当1層とかで十分かなっていうふうに思います。急いで乾かしたい場合というのは、例えば、乾燥剤とかね、超速乾メディウムとか、ホルベインさんやったら、まだあんのかな、ラピッドメディウムとか、松田さんやったらクリスタルメディウムやったかな、そういったものもございますので、皆さん参考にされてください。そして、2層終わって完全に乾燥後も1週間とかほったらかしにしますけど、まず生の白で描いていってます。生の白で描いていって、おります。もうほんとこの水の流れ、めちゃくちゃ綺麗で、朝6時ぐらいにもう宿を出て見に行こうと言ってわーって言って、北海道って、今九州に僕住んでるんですけど、2時間ぐらい早いですよね。なんか日が昇ったりするのも、だから3時ぐらいから明るくなる朝の。もうそれにびっくりしますもんね。こっちは5時ぐらいとか5時半ぐらい、夏場でも5時半ぐらいとかなんですけど、ほんと3時ぐらいとかから明るくなってきて、どこに置こうかなってちょっと迷ったりしてましたけど、
で、生の白を置いて、少し初めにそのさっき完成油を引いてたんですね。インプリマトゥーラっていうのを2層やって完全に乾燥後、また巻き戻って見てみてください。で、完成油と、例えば今回やったら多分コバルトグリーンみたいな、よく紫を使うことが多いんですけど、今回はちょっと、コバルトグリーンみたいな、ちょっと緑青みたいな。で、生の白から始めて、ちょっとこう、今度はグレーとかにして、で、本当に毛先に絵の具をつけて、チュ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 ってやっていってます。まあ本当になんか、日が昇るの早いからですね、もういても立ってもいられずに、その記念館みたいな撮影をした。知ってます皆さん、北の国からって倉本壮先生のですね、1980年ぐらいですよね、確かね。さようなら、1980年って皆さん知ってます？富良野の街に向かってちょっと夜景の見えるとこからね、淳くんと蛍ちゃんが、あれですね、知ってますかね、そのシーン。思い出しますが、確か、まあ、北海道富良野に東京からお父ちゃんと子供2人で移住して、お正月になると、みんなお正月になると、こうね、親が出稼ぎとか行ってたら、こう帰ってきて、大晦日になるとみんな、紅白歌合戦ですね。雨、雨、降れ、降れ。八代亜紀さんの確かそんなシーンがあったと思うんですけど、で、そこでなんかこう、友達の家でこう、紅白歌合戦見てたけど、やっぱお父ちゃん家で一人寂しくしてるからっていうので、2人でこうとぼとぼ帰っていって、でお父ちゃんが「おおどんどん帰ってきたのか」みたいな感じでですね、じゃあ君たちには特別にということで、なんか富良野の夜景が見える、何の話からこうなったんや。で、多分このですね、布部川っていうところは、水が、東京から戻るんですね。石田あゆみさんが元の奥さん何の話をしたんだって話ですけど、ネタバレかな。まあいいですね。ぜひぜひ皆さん見られる。今どうやって見れるんですか？僕は VHS でこう大学生の時何度も借りて見てましたけどね。めちゃくちゃ綺麗な、だから本当憧れの地やったんですけど、で、ちょっと緑とか描いていってます。もう本当になんか、ここなんやと思いましたね。行けてよかったなと。以前ちょっと北海道旅行行った時には、この富良野とか美瑛ぐらいまでは行ったんですけど、行けなかったので、ちょっと今回行けてよかったなと。そしてこの、多分ここの布部川とかの、まあ、分流かちょっとこうわからないですけど、水をこう、家がね、ボロボロでね、考えられないですけどね。これ何やってんのかな？周りのこの白い周りの隙間のところにちょっとこう深みのある緑を縦でこうねパネルをしております。まあそれがやっぱりこうね縦にこうやっていった方がこう仕事自体はこう縦の線っていうのが楽ですね、横よりね。でこうボロボロの家にまあもともと五郎ちゃんがいたところ布部っていうところに戻ってくるんですよ。ちょっともう奥さんと別れてねもう離婚するんですけど、それでねボロボロのなんかこう確か牛小屋みたいなところから生活をすると。でも水もないと。で水がないから水をこう引いてくるシーンがあるんですよ。だってね、そのシーンがまたいいんですよ。水がこう引けたよって言うてね、お父ちゃんお父ちゃんのところにこう潤君完全に乾燥。今日は北の国からで完全に乾燥。これ1層目がこれぐらいまでやってますね。まあだから1層目の仕事がこう非常に大変です。水をこう多分布部川とかの何かからこう引いてくるというシーン、ああいうこう走っていくシーンとかをこう実際に子供たちに走らせてたそうですよ。淳くんは俳優さん忘れした、ドクターコトとかのね、で蛍ちゃんと最近ドラマ出てませんよね、中島さんとかね。でその時の学校の先生役が女優さん、はい、もう忘れしました。皆さん勝手に調べて、めちゃくちゃ美人なんですよね。でその人は東京でいろいろあってこう北海道の方に転勤してきた小学校の先生で、その水を引くシーンであなたたち素敵ねとかいうシーンがあるんですけど、まあ勝手に見てください。僕はそのシーンが大好きなんですよね。ということで今これ完全に乾いた後紫に塗ったんですけど、もうこの水辺のとここうキラキラ光っている感じみたいなのを一回一層こう塗ってですね、何の話してんの？まあ大学時代相当見ましたね。蔦屋に行って、家帰って酒飲みながら見てたような記憶があります。でちょっとこういう風にこう若干のこう下の例えば水の中に見えてる色みたいなのをこう引いておいてとかですね。そしてもう後ろの森とか新緑の季節、6月の初旬やったんですけど、ちょうど新緑のぐらいの季節やったかなという風に思いますけども、もう本当にこの辺美瑛とか富良野地の花とかがすごい綺麗で、本当
と北海道の一番いい時期なんでしょね。もうほんと冬も行きました。僕は冬も行きましたし、これで、ゴールデンウィークも行って、6月初夏も行きましたんでね、この辺はこう新緑を描いていってるということで、上の方の森はなんかですね、毛先をギュッとした豚毛の筆でギュッとしたね、パン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 と叩いていったというやつですね。本当僕の動画、もう最近見出した人とかもようわからんっていう方も何回もいろんなものを見てたらちょっとずつ分かってきますって。で、本物見たらより分かりますって。もうこれいつも言うてますけど。まあ本物見て、それで美術館とか行くともっとわかります。もうそのためにこういうふうに一生懸命動画撮っているわけですけどね。まあ、ポロッと言いますけど、本当に一番上手、絵を描いていって成長したいと思うんやったら絵を描くことです。これはもう間違いないです。もう一番早い。もう教科書がそこにドンとあると思えばいいわけですからね。こういう映像で見るのもやっぱりこう、まあ本とか映像とかで見て勉強して、美術館なりなんなり行くっていうのももちろん勉強ですけどね。で、こういうふうにね、こう叩き、要は豚毛の筆とかをあまり使わなくなったようなやつとか、毛先をね、こう、パレットとかでバッと潰すわけです。で潰したのでこうそこに絵の具つけてこうトン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 ってやっていってるわけですね。いやだからこの辺のね、まあ、空知川はなんかこう冒頭また北の国今日北の国からの話を延々としますよ。なんかボートレースっていうかなんかね、そういうのがあって宗太兄ちゃん岩城浩一さんですよね。宗太兄ちゃんとかと竹下恵子さんがその、石田あゆみさんの妹さん役で、いろいろこう東京であって、ちょっとこう五郎ちゃんのとこ義理のお兄さんやね義理のお兄さんのとこに一時住むっていうので、まあ、子供たちが心配やからっていうかね、姪っ子甥っ子が心配やからっていうので、これここに葉っぱとか書いてます。かなり綺麗に写ってますね。今回ね綺麗に写ってるでしょ。義理のあれを本当なんかねこうやっぱりこう北海道とか東北とかの木の種類とやっぱ九州の木の種類とか全然違うんで、まあ、皆さんもこう絵を描いていくっていうことはやっぱそういうこういろんなものに対するこう、見え方が変わってきてないですか。もう多分そうやと思うんですよ。見え方が変わってくるっていうのはすごく重要で、東北の木とか北海道の木とかはこんなね針葉樹でこんなんで、落葉樹もこんな感じ、こういう木はこう大きいなとか、雪で折れてるなとか、まあ、そういうのとかもこう見えるようになってきたりとかしますし、いろんなこう見え方がしてくるんですね。建物のあれもこうなってたりとかなってたりとかですね。道のとこの横にねなんか高いこうビューっとこうあれがあって、北海道なんかねこれは雪で全部埋もれてしまったらこの道がわからなくなるからっていうので、多分道路の端ってこの辺ですよとかっていうこととかでしょ。ああいうのとかもおもろいなっていうふうに思ったりしますよね。昔なんかこう北海道とか東北とか遊び行った時は信号機全部縦やったけど、最近横になってきましたね。あれなんでかって言って LED でこう薄くできるようになったからでしょ。多分ね信号がね。昔はその横にしてると雪積もって倒れてまうから縦にして雪の積もる面積をね、多分そんなんとかもねやっぱ地域によって面白いなというふうに思います。まあ、もちろん世界とか行くとそういうこう変化とか違いとかに気づいてきたり、こういうとこねもう倒れてる倒木があったりとかするとかっていうとかね、こういうところにこう隙間にこう木のが見えてると。でまたこう縦にしながらこう暗い色かなんかで明るいところの周りを描いていってると。で大体こう最後っていうか大体こうまたここから白い明るい光の水をちょっと描いていったりするということをしてますね。なかなか僕はまあすごくこう有名なところではないですけども、綺麗やなと思いましたもん。こうその北の国からロケ地に行く道中でピュッと見えたらチラッとと思ってですね。でもまあとりあえず行ってみようと思って、それはまあ北の国からのロケ地とかもすごい良かったんですけど、でまたやっぱ戻りがけ気になるなと思って、そこに立ち寄って、よしライブ配信やろうと思って、朝7時ぐらいやったけどわと思ってやろうと思ったら思いっきり電波が入らないということが起こりまして、残念っていうことでですね、本当にすごく素敵な、もうこれ水彩画も描いているのかなと思いますので、よかったらその水彩画と合わせて見てみると、油絵の描き方と水彩の描き方まだ全然違いますので、こうやって隙間を何描いてるか分かんないアブストラクトっていうんですけど、抽象画みたいな感じでしょ。でもこう引きで見たら波っていうかね、この水の水面水面なんやっていう感じとかっていうの分かるんかなっていうふうに思います。でそれでこれ生の白に近い、もう多分生の白かもしれない。もう毛先に集中全集中って流行ってるんですか今ね。
チューチューって。でも本当になんかそういうこう、まあね、ドラマの何ですか、ロケ地巡り、なんていうんですか、聖地巡り、じゃないけども、そんな感じ。これはもう画面自体を横にしているんで、本来は絵は縦に描いてますよ。ですね、こうしているだけ、編集でしているだけですけどね。もう聖地巡りとかが趣味という人の気持ちがちょっと分かりました。はい、しっかり観光地化若干されているところはあったんですが、この辺かとかね、この山が、こういうとこ歩いてるシーンあるなとかね、面白いですよね。皆さんどうですか？規模のドラマっていうのはもうなかなかできやんのかなっていうふうに、すみません、ドラマを制作されている方々とかには申し訳ないけど、やっぱり当時の1980年、もう本当にこう日本がこうね、バブルに入っていく寸前ぐらいのですね、1980年から83年ぐらいからまたこうなんかシーズンテレビドラマ版終わってなんか特番みたいになっていったんじゃなかったですか。84年か85年は確か初恋とか、その辺87年だったっけな。なんかね、初恋とかって横山めぐみさんやったっけ、あれが一番好きやっていう人も結構いますけど、僕はあれですね、小吉くんが家を燃やしちゃう、ちょっとで、それでまた完全に感想をですね、ちょっとこれすいません、明るくなってしまって撮影がですね、ほんの少しこう設定を失敗してしまったんですけど、小吉くんが家を燃やしちゃうやつがあるんですよ。そのね、めちゃくちゃそれ僕好きなんですよ。はい、ぜひですね、それが一番好きかな。その次が水が流れるシーンかなとかね。結構ですね、その初恋という淳くんがこの横山さんに恋をするという話が一番好きというやつもありますしね。ね、宮沢りえさんとかも出てらっしゃいましたもんね。実際こうだとね、はい、もうその後だったりとかでですね、まあそんな調べたらウィキペディアに載ってると思いますので。ああいうので共演してとかですね。で、この辺は本当にこうハーフトーンとかをつけながら、これちょっとね、マチエルが高すぎんなと思ったら少しね、削ってみたりね。高すぎるとちょっと書き込みやりにくいなっていう時があるので、ちょっと高すぎるなとかっていう時は少し削ったりとかしました。で、ちょっとハーフトーンつけてからまた生の白みたいなとか、暗い色を隙間に置いてからとか、白でこう水の波のあれをね、水面をこうとかっていう風にしたりとかしていってます。で、こんな風にして密度を上げて完成させていきました。すみません、今日は北の国から愛のお話ということでございましたけども、まあそうやってこうなんか、まあ、何気ない風景かもしれないと思いますので、皆さんのお近くにも何か難しい場所に行く必要はないと思うんですよ。景勝地じゃなくても本当にこうちょっとした川でもなんかちょっとしたところにその季節とか太陽とか光とかいろんな条件があるとビタッとこうなんか面白いものが見えることも描けることもあると思いますので、こういったものもぜひぜひ参考にして水の描き方ですね、何層かこう重ねながら、ね、ちょっと削ったりとかして半透明とか透明とか隙間描いたりとかして、密度を上げていって完成へと持っていったということでございました。ぜひぜひ機会があればですね、皆さん本物に見ていただけて触れていただければというふうに思います。よかったらこの動画よかったらグッドボタン、チャンネル登録していただいていない方よろしくお願いいたしますということで、本日もご視聴ありがとうございました。Thank you very much。それでは最後までよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうかね。かなり書き込んでおりますよね。非常に書き込んでいる作品だと思います。ぜひですね、本物を見る機会がありましたら、皆さん、展覧会個展とお越しいただければと思います。それでは次回またお会いしましょう。では。チャンネル登録よろしくね。OK。